ガジオタが MacBook Neo を使っていく。こんにちは、トバラブです。今回はですね、この間紹介した通りなんですが MacBook Neo が手元に届きました。これはですね、嬉しいですね。学生とかね、高校生とかその辺に向けたアイテムではあるんですけど、ガジオタが買って使うとどういう印象を受けるのかとか、ちょっとね、その辺を紹介していこうと思います。それでは早速行ってみましょう。いいですね。ハローと書いてあって、そして意外と重たい重量感を感じます。バラ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 。シンプル。なんか最近の MacBook で一番見た目好きかも。まずはよいしょ。すごい。こんな感じなんだ。めちゃくちゃいいじゃん。というわけで改めてこちらが MacBook Neo ですね。どんな感じのアイテムかっていうと、一言で言うと初めて PC を使う人のための MacBook みたいな印象があるかなと思います。今までの MacBook Air とか MacBook Pro っていうシリーズの他に、新たに追加されたエントリー向けのもので、スペックとしてはねやや低めとされているんですけども、その代わりポップなカラーリングだったり、あと価格がこのご時世、この円安の時代に10万円以下で購入できるっていう、このアルミボディでどうやってんだっていう感じで、しかもこれ驚きなのが学割だとなんと84,800円なんですよね。これ iPad が市場を席巻した時のように低価格帯のパソコンを駆逐しに来てるというか、もう取りに来てる感じがしますよね。ちなみにこの MacBook Neo っていうのはギリシャ語のネオスっていうねところが由来らしいんですが、新しいとか若いとか、復刻するとか、そういう感じのイメージで、まさに若い世代に向けた MacBook っていうのが名前にも体現されているかなと思います。ちなみにスペックをまとめるとこんな感じ。チップとメモリーは固定なんですけど、ストレージが2種類ありますね。それによって価格が違ってくるっていうところで、重さとサイズはほとんど MacBook Air と同じで、バッテリー持ちが MacBook Air より若干ね短いっていうところかな。重さに関してはエントリー向けとはいえ Air と同じなので、その点はちょっとチェックポイントですかね。まずは外観の話なんですけども、見た目のねこのニュアンスというか柔らかさが今までの MacBook シリーズともちょっと違うような感じですかね。ちょっとなんか丸っこくなった気がしていて、 MacBook Air と比べても角の部分とかエッジの印象が結構ね丸みを帯びているみたいなイメージがあります。でやっぱアルミのね処理とかもこれ価格差で結構影響してるのかなってところなんですが、なんか処理もね意外と全然違いますね。こうやって並べてみるとどっちも好きだけど、ネオンの方が好きかな。なんか見た目の雰囲気とかそういうなんかバランス感で言うと、これは完全に個人的な話なんですけど、なんか全体的な丸みを帯びた感じとか白っぽいフレッシュなイメージで言うと、このね真っ白なこの MacBook が結構ね起点というかイメージになったんじゃないかなとか勝手に思っていて、これも確か同じく廉価モデルだったと思うんですが、よいしょ。白くていいですね。こっちは若干やっぱペールグレーというか、若干ねこのグレイッシュなトーンを混じっているイメージなんですけど、最近のニュアンスに合わせるとこうなるのかなっていうところで、これ Twitter でユーザーさんから教えてもらったんですが、通常の英字配列ってリターンとかシフト、デリートって文字で書かれていたんですが、そういうところがアイコンになっているっていうところで微妙なマイナーチェンジを感じますね。ちなみにこのタッチ ID は 512GB のモデルだけが備わっているみたいで、トラックパッドも実はメカニカルになっています。こ
こっちの方がねちょっと強めに押さないとっていうイメージはあるんですけど、上のこことかをクリックするためにはねやっぱこっちのハプティックセンサー的なの使う必要があるみたいな話だったんですが、これメカニカルでもいけるようになってるんですね。ディスプレイの質に関しては sRGB までに準拠したっていうね形の言い方をされていて、この MacBook を選ぶ人でそのディスプレイのなんか色域の広さとかをすごい気にするっていうことはあんまりないと思うんですが、発色は結構綺麗で、一つなんか若干もうガジェオタ的に気になるところといえば 60Hz までっていうところで、今の iPhone とか iPad が 120Hz のリフレッシュレートに対応しているんですが、これはそのリフレッシュレートの半分っていうところで、懐かしいみたいな、このなんか画面がちょっとカクつきながらスクロールされる感じ、ちょっと懐かしいっていうね気持ちに今落ち着いています。でちょっと本体側面も見ていくんですが、ここはスピーカーです。物理的な 3.5mm イヤホンジャックが搭載されているのと USB ポートですね。こちら側で充電もここで担うようになっていて、片方がほぼ充電専用の USB2 のポートで、こちらが USB3 のポートですね。サンダーボルト4とかサンダーボルト5に対応していないっていうのはガジェオタ目線ではね若干、気になるポイントではあるんですけど、ちょっとね授業で使う資料とかそういうのを USB メモリー的なものとかちょっとした SSD から読み込むとかだったら全く問題ないポートを備えているとは思います。ちなみにちょっと前の動画でも気になっていた重さとサイズ感っていうところで、この MacBook Neo に関しては MacBook Air と、サイズ感もねかなり近い感じだし、重さも同じなんですよね。エントリー向けって割とコンパクトめで小さい、そして軽いイメージがあるんですが、そういう意味で本当に価格と性能面だけで、違いを出しているっていうところが、面白いなと思っていて、それも分かった上でやっぱりね重さとサイズでいうとやっぱね往年の12インチ MacBook の影を追い求めてしまう、ガジェオタなので、それと比べるとちょっとこうサイズが大きかったり、この MacBook Air が実測値で921、めちゃ軽っ。この辺のモバイラビリティっていう上ではやっぱりサーフェスの12インチがこのキーボード付きでも 1kg ぐらい、キーボードを取った本体の重さでいうとやっぱ686っていうところで、この MacBook Neo がやっぱ1236っていうね重さはちょっとやっぱ気になるところですかね。はい、毎度レビュー恒例なんですけども、ベンチマークスコアを測っていく回です。今回なんかねシネベンチの2026っていうやつが出ていて、結構スコアの測り方が違う感じだったので、全てのデバイスでいろいろとこうやって測ってみていこうと思います。今回比較するのはこんな感じですね。こんな感じでシネベンチを用いてそれぞれチェックしていく感じですね。はい、とりあえずベンチマークスコアが出たのでこんな感じです。割とやっぱねシングルスコアは強いですね。ただマルチスコアに関しては6コアっていうところもあってちょっとね落ち着いている印象ではあるんですが、この辺もなんかね元々のネオっていう名前の通りというか、住み分け通りっていう印象ですかね。でこちらがギークベンチのスコアで、ギークベンチでいうと割とやっぱシングルスコアがね M1MacBook よりも高くて結構ね強くて驚いてます。 M1 に近いようなスペックが出てるっていう感じですかね。で結構言われてたのが SSD の速度とかだと思うんですが、実際に継続してみるとこんな感じです。確かに遅いは遅いけど、そんなになんかね遅すぎるってわけでもないというか、普通にゲームとか、細かいそういうのね呼び出したりするのはあれだけど、動画編集とか、そういうので動画のね素材を読み出すとかだったら特に問題はなさそうなスピード感ですかね。っていう感じでベンチマークでも測ってるんですが、実際に使っていかないと違いとかちょっとわからないので、ちょっとね実際に使っていきたいと思います。MacBook Neo 持ち出してちょっと1日使ってみようと思います。結構テキストワークとかその辺ならね全然いけそうなイメージなんですけど、マルチタスクの仕事とかなんかメモリ食いそうな仕事とかそういうのはどういう感じなのかなみたいな。ちょっとたまたま表参道に用事があったのでフィンランドのカフェでちょっと作業していきます。可愛いんだよなここ。はい、さすがにカフェで喋るのは難しいのでアフレコをしていきます。とりあえず今日はテキストワークがメインなんですが、テキストワークって言っても結構いろいろあります。
とりあえずメール返信、これは基本的にはねどんな PC でも問題ないと思うんですが、外出先だと一番多い作業かな。チップの影響か Google 日本語入力と Chrome を組み合わせるとちょっとカクつくかなみたいな、入力始め若干遅れるかなっていう時はあるんですが、なんか今日は大丈夫だった。バックグラウンドアプリとかも関係してるのかも。外出先でよくやるのがこんな風に Notion と ChatGPT とか Claude みたいなチャットをね、この2画面で分割しながら使うっていうやり方ですね。MacBook Neo 画面も13インチあるので分割しながらでも結構使いやすいです。結構取材で外に出ることも多いので、こうやってカフェで気軽に使えるのは嬉しいポイント。ちなみにこの MacBook Neo M 型チップと比べても圧倒的に発熱が少ないですね。これはね膝上 PC をやりたい人からするとすごくいいポイントかなと思います。かつディスプレイの輝度もドン点で外で作業する分にはほぼね問題ないです。綺麗だな。はい、ちょっと家に帰ってきました。いろいろね取材とかが終わって合間合間で資料作ったりとか、作業してたんですけど、いい感じです。ちょっと、家でもね作業どんぐらいできるのか試してみたいんで、いつもの環境にちょっと置いてみようかな。ディスプレイ1枚だけなら投影ができるんですよね確か。そうか、これ USB2 の方に接続するとポートに接続はこっちじゃないですよって教えてくれるんですよね確か。いやちゃんとしてるわ。これ一つね難点なんですが、入力解像度が 3440×1440 までっていうところで 4K モニターのね 4K サイズには出力できないの。これ結構ね注意が必要かなと思います。特にデスクワークをする前提で買う人は結構気になるところかもね。こっち側をメインモニターにしつつ、こっちでサブでねこうやって情報を開くとかも全然できます。いいんじゃない？出力解像度の制約はあるんですが、それのおかげなのかテキスト入力もサクサクですみたいな感じで、結構ねテキスト作業とかは全然問題なくいけますかね。で個人的にやっぱ気になるのがこういう重たい作業なんですが、画像とかもこのチップ結構優秀だと思うので、かなりねサクサク行える気がしていて、ローのデータを持ち上げてみたり、こういうね写真の簡単な編集とかであれば、ソフトによると思うんですけどかなり問題なくできますね。細かい画像を大きくいじる細かい作業とかはちょっと重たさが感じられるかな、さすがに。大量の画像を一気に編集するとかだったら別だと思うんですが、結構ちゃんとしっかりしてる気がする。こういうのでちょっと動画編集もしてみようと思うんですが、そういう時にこういうね外付けの SSD とディスプレイのポートが一緒だとちょっと困りますね。このモニターは USB-C のハブになるので問題ないと思うんですが、これでちょっと読み取ってみようかな。こっちのサンダーボルトポートだったらいけるかな。ディスプレイはディスプレイだからやっぱり外付け SSD と併用はちょっとできないか。はい、というわけで動画編集的なところもできるのかちょっと検証していきます。いつも使ってるダヴィンチリゾルブで結構比較的ね多分軽めのソフトだとは思うんですけど、 4K 動画とかは厳しいのかな。 iPhone だとできんだけどな。どんな感じでしょうか。ちょっと重たい感じはするけど、普通にすごい拡大縮小も普通に難なくできるし、若干やっぱねカクつき感とかはエアーとかよりは感じるんですが、 4K 動画もある程度動くんだな。すごい。これちょっと10万円っていう価格を考えると驚異的じゃないですか。色の補正とかをしていくとまたねちょっと話は変わってくると思うんですけど、なんかね初め一瞬こうテキスト入力の時もそうなんですけど、若干この始まった瞬間一瞬カクつき感は感じるけど、だんだんちょっと最適化されていく感じがあるんですよね。いやこれすごくない？ 4K 動画今2倍再生全然できてます。これすごいな。ベンチマークテストの結果では読み取れない快適さがある気がするぞこれ。はい、で試しにこれルームツアーの動画ですね。割とトバログでもかなりのこのねなんていうかバーがいろいろあって、動画もちょっと重たいやつだし、音声ファイルも結構何レイヤーかあるし、あとこれテキストで全てねなんかこの
テロップが出ているので結構重たいんですよ。色編集もしてあるし、こんな感じで。でこれだとでもこれとかでもだいぶサクサク動いてるかも。すごい。これがね、この2倍速再生ができるっていうのは結構すごいですよ。例えばちょっとしたカット編集とかでこう開いて、意外とサクサクできるぞこれ。でここを削ってとか、リップル削除する時とかはさすがにね重たさを感じます。おそらくこのプロジェクトセッティングでこのタイムラインのレゾリューションとかをちょっと下げたりすれば全然問題なく動くんじゃないかな。ちょっとこれで重めの 4K 動画を書き出ししてみようかなと思います。レンダーファンがね内蔵してないのと、チップが、iPhone 用っていうところでそこまでスピード出せないんじゃないかなと思いつつ、結構速くないですか。M4MAX だと10分ぐらいで書き出しできるんですが、今のところ33分34分ぐらいで書き出しができるみたいです。ちょっとこれどんぐらい書き出し時間かかるか後でチェックしていきます。動画の書き出しは MacBook Air の、1.5 倍ぐらい遅いかなっていう感じで、 M4MAX の4倍ぐらいかかるかなみたいな感じですかね。だいたい45分ぐらいで書き出しができました。遅いけど書き出せるって感じ。あとは個人的に作業で気になるところで言うと、ブレンダーとかもね 3DCG のソフトなのでそこそこ重いはずなんですよ。なのでちょっと見ていくと、これはトバログの引っ越しのやつなんですけど、読み込みとかはちょっと重たいかな。今フリーズしちゃってますかね。だけどでもなんか読み込んじゃえばサクサクというか、それなりにねちゃんとサクサク動作、サクサクではないけどなんとか動作してくれるって感じかな。多分ねプロみたいにちゃんと使おうとすると重すぎて無理っていう話だとは思うんですが、最低限こうやって動かしたり、こうねカーソルグリグリ動かしたり、アセットをね、固まったりカクついたりはあるけど、ある程度このなんかモデルとかもしっかり見れていく感じかな。これレンダリングのプレビューみたいなのにすると結構ねカクつきがちではあります。ちょっとサイクルズにしてみようか。さすがにちょっと重たさは感じますね。こういう感じでほとんどの人はもうこういうのやらないし、特にね興味もないとは思うんですけど、もしこういうのがやりたいってなると将来的にちょっとスペック的にはね厳しくなるのかなっていう。さすがに当たり前ですけど、さすがにブレンダーとこのね動画編集ツールを両方こう行き来しながら動かそうとするとめちゃくちゃしんどそう。タスクマネージャーとかってどこで見るんだっけ。タスク重いですいろいろな作業をしながら、いろいろ並行しながらだとやっぱ調べ物とかきついんで、動画編集しながら Chrome とかね AI ツールで調べ物とかもちょっと難しいかも。はい、ちなみに今日一日持ち歩いて使ってみたんですが、テキストワークとかそういうのだとほとんどねパワーは使わないんですが、やっぱ動画編集とかになると一気になくなっていくイメージですね。この辺はエアーとかよりもすごく減りが早いので、やっぱりマルチタスクよりシングルタスク向けかなっていう感じ。はい、というわけでこの MacBook Neo 3日間ぐらいあれこれ使ってみた感想をちょっと話していきます。ちょっとね一言で言うと、この価格でこんだけのことが動いて、こんなアルミニウムの素材でできていて10万円ってちょっとなんか怖さというか、なんかおぞましさをむしろ感じるぐらいの強さですね。10万円っていうと5年前に M1MacBook が出た時の同じぐらいの価格なので10万円じゃんって思うかもしれないんですが、米国価格が599ドルってことで、その当時の価格だと6、7万円ぐらいの
金額帯なんですよ。そこを考慮するとこんな風に 4K 動画も編集できて、ディスプレイも綺麗で、かつ細かいところキーボードが新しいものになっていたり、筐体も何かの使い回しとかじゃなくてしっかりと専用に用意されているんですよ。こういうところって普通すごくコストがかかるので、前のモデルの MacBook Air をそのまま流用してもいいと思うんですが、これなんかめちゃくちゃ力入ってますよね。全体的に新しくなっていて、もちろんコストカットをしてるところはしっかり性能は落としてるんですが、むしろコストのためっていうよりかは MacBook Air との住み分けなんじゃないかっていうようなね、そのぐらいのコストパフォーマンスとこの筐体デザインの高さですね。これ感覚としてはデアゴスティーニの創刊号は299円みたいな、そういう感じで入り口を作ることで、これからもどんどん多分ね MacBook を使ってもらおうっていうね強い意志を感じる。そのためにパッケージにもハローってわざわざ書いてあったりとか、新入生歓迎会みたいにね MacBook Neo っていう通り新しい人たちを迎え入れるためにふさわしい MacBook っていうね感じがひしひしと伝わってきました。これはすごい。ただ一個注意しておいてほしいのが、じゃあ今まで MacBook Air とか MacBook Pro を使ってきた人が手放しで喜んでこれを買うべきかって言ったら実はそうではなくて、この価格を考えると驚異的っていうところで、チップとかメモリーとか、あと実際に使った印象としてはやっぱりねマルチタスクに結構弱いなっていうところはまだ感じるところなんですよ。例えば実際に使ってみた感じ、シングルタスクは割とねサクサク動作するんですが、いくつかのアプリケーションとか、サービスソフトウェアブラウザとかを行き来しながら使うってなると、やっぱりねこうどうしても慣れている人からすると、またここの最初の漢字の変換で突っかかるとか、ちょっと一瞬カクつくのが気になるとかね、そういう感じになると思うので、やっぱりこれまでガンガンデスクワークで MacBook を使ってきた層っていうよりかは、しっかりとね小中高、あと大学生の入学 1,2 年生ぐらい向きかなっていうのはやっぱり感じるところです。あとメモリーが8ギガまでなので、将来的に今使ってる AI ツールとかソフトウェアが16ギガラム以上に対応とかになったらちょっとね厳しくなってくるなとか、その辺のね将来性も踏まえた上で、デスクワーカーはMacBook Air をちょっと頑張って買った方がいいんじゃないかなっていう気がしていて、小中高大学生の前半ぐらいまでなら全然 Neo でもいけるかなっていう、そういう印象ですかね。車に例えるとこれが新車の軽自動車で、 MacBook Air が普通車、結構高速もガンガン走れるみたいな、そんなイメージです。ちょっとネオかエアかまとめると、デスクワークが中心、あとは学業だったとしても結構ねいろいろなことをマルチタスクでするような人はエアかなっていうところで、逆にデスクワーカーじゃない美容師さんとか、飲食店とかサービス業とかでね、データ入力とかそういうチェックをするぐらいであればネオでも全然いいし、あと小学校中学校高校生とかだったらネオでも問題ないんじゃないかなって、その人の用途によりますけど、結構ウェブ上だと中古のエアを買った方がいいっていう話もあって、それもねもちろんその使い方で一理あるかなと思います。中古で普通車を買う、新品で軽自動車を買う、正解はその人のみぞ知るっていうところだと思います。ただ新品で買うと Apple Care プラスに入れるので、盗難とか破損、水没とかその辺のねサポートが、追加で料金は必要なんですけど受けられるっていうところは新品で買うメリットかなって感じですかね。ちなみにガジェオタ目線で言うと、やっぱこれが10万円で買える、そして可愛い、筐体もなんか丸っこくて可愛いみたいなところで言うとやっぱ買いですね。とりあえずこれは買ってから考える。 MacBook の中ではこのラインナップすごい久しぶりな気がします。あと今回モデル2種類あるんですけど、買うならば512ギガモデルかなってところですね。価格差も実は1万数千円でそんなにないし、あとタッチ ID がついてる。そしてなんだかんだアプリとかをインストールして長く使っていくとどんどんね容量使うから512ギガはあるといいと思います。というわけで今回の動画、簡単に3日間ぐらい使った感想なんですけど、これで終わりにしようと思います。トバログではこの動画の他にもいろんなガジェットのレビュー、それこそ MacBook のねレビューとかおすすめアクセサリーもまとめているので、過去動画もチェックしてみてください。そして気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。